世間が俺を話してくれね。ああ。神様やね。まあ本当申し訳ないけどもクビだよね。しょうがないけど、もう人として幸せな未来にはなれないと思うよ。想像力の欠如だと思う。利益ってやりたいってもう好きでやってるみたいな。こんな子が本当に地球にいたんだな。久しぶりですね。お久しぶりです。どうぞどうぞ。ローランさんあれなんか今15時ぐらいなんですけど、はいはい。このアロマキャンドルをこうやって消すためだけの、めっちゃウケないですか。これをスノーマンの伊達いるじゃないですか。伊達が誕生日プレゼントでこれを灯して、まあ大体ねここまではまあやる人もいるじゃないですか。これですよ。あ、これタイタニックのローズがつけてるハート・オブ・オーシャンで、時計もまあねホストクラブ出勤なんでね。今の時計は何？家用？普段用？これ普段用です。もうほぼこれ。あれでしょ、なんか成功のなんか成功のシャリをまあほぼこれなんですけど、ちょっと今日はこれ用の穴まだある。あ、そうあります。あれこれはやらなくなった？アテックもまあたまにしますね。今3つ持ってるから。ただなんか今日会長密着みたいな名目だからちょっと会長っぽいやつしました。これは何ですか？まだデイデイとこう大統領とかつけてますみたいなのが結構さ、エグゼクティブがつけてるプロモーションが結構刺さっちゃって、ゴールド緑って一番エレガントな組み合わせな気がして買っちゃったの。定休日なんですけど。あ、ここですから。そうそう、どっちも外派ですね。おろしよろし。ローランドさんの髪型をこうセットすることに気をつけることってあります？気をつけることですか？まあでもなんかちょっとこう艶っぽく見えるようにっていうのはいつも言われるんで、ちょっと最後オイル多めにつけたりとかはしてます。オープニングのようですよね。はい。名刺です。はい。やっとスタイリストデビューすることで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。だってあの時まだカットとかできなかったし。そうですね、まだアシスタントだったんで。昨日さ隣でさ喋ってんの聞いてて接客、はい。なんか成長したなと思ってさ喋ってたじゃん。本当ですか？はい。お客様とめっちゃ盛り上がってたじゃん。はい。そうだからすごい成長したなって思って見てたの。いいことよ。はい。頑張ってます。オッケー。はい。うん。ご来店ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。奥空いてる？はい。奥空いてる？いらっしゃいませ。久しぶり。元気？久しぶりです。お元気。うわ来た。これ700円？すごくないこれ？ビジュアルから結構いいんだけど。ちゃんとさピザ。なるほどね。うん。うまい。ほぼタダみたいな。まあタダではないけど。まあタダではないけど。
もすごくない？めっちゃ美味しいしね。もうちょっと値段上げてもいいと思いますけどね、正直ね。まあガチな話で言うと別にここでそんなめっちゃ利益ってやりたいっていうかもう好きでやってるみたいな。ありがとうございました。みんなも来てくれて喜んでくれて、ありがとうございましたそういうの嬉しいじゃないですか。いやでもすごいな、本当にこれを4年続けてるでしょ。はい。コロナ禍の日を経て。経営者として楽しい瞬間って多分10個仕事あったらもう1個あるかないかぐらいで本当しんどい仕事なんですよね、ループをまあ酒飲んで乗ってたっていう、でお前どういうことって今詰めたら最初しらばっくれてでアプリ見たらまあ乗ってたっていう。嫌な話しますか。はい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 、嫌な話をしましょう。まったくね。最高な一日にしましょう。よろしくお願いします。ギリギリ問題児決めたから。じゃあちょっとあいつのでお前ちょっと座って。まあ分かるでしょ。はいもうさっきめちゃめちゃもったいないと思うよお前本当にさ頑張ってやってきてさ。まあ、何がダメって、まあ、別にミスするのはもう100歩譲ってさまあね人間だからあるかもしれないけど、そのアプローチでさなんか隠そうとするその人だったりとかって、やっぱそれは信用失うよな。はい、あわよくばバレなかったらみたいな、バレなければいいやみたいな多分マインドがああいう発言だったり行動とか、まあ俺も分かるよ。先生に怒られそうな時に宿題やってきたのかって言われた時にワンチャンこのまま隠し通せるかなって気持ちを考えたことはゼロじゃないから、まあ理解はできるんだけど、でもさ考えてみてほしいのがお前がやったことはまず相手にとって悪いことだし、じゃあ何が悪かったかって、まあそれはさ普通の倫理観で考えたらじゃあ誰か傷つけてしまって、まあ、事故を起こしてたらどうしたのとか、法律的にダメだよねとかさ、そんな当たり前の話は多分頭に入ってると思うのよ。今回やったことでさ何がさ俺たちがこんだけ傷ついてすごくこうなんていうのかな、まあがっかりして残念な気持ちになってるさ理由って何だと思う？皆さんからいただいた信用を裏切ってしまったことだと思います。まあそれもそうね。確かに頑張ってる姿勢見て俺は先月の頑張りお前の頑張りすごい嬉しかったし変わってくれて嬉しかったし、俺はこのホストクラブ出した時にまあ何者でもないやつがこの何者かになれるのがこの世界だと思ってたから、はい、が入ってきて頑張って金稼いで金持ちになってくれたら嬉しいなと思ってたわけよ。まあもちろん期待を裏切ったのもあるよね。あともう一個は俺たちはこのローランドグループっていう看板を守るために普通のホストクラブだったら許されてるようなことまでストイックに自分を律してまあ我慢してきてるわけよ。他のホストクラブがやってるのなんで俺たちだけこんなことしなきゃいけないんだろうっていういろんな我慢をしてきた上で今この看板があるわけよ。でその看板でが来てくれね指名してくださるお客様がさどういう気持ちで来てくださってるか分かんないよ。もちろんお前のことは好きとかあるかもしれないけど安心して通えるから来てますってお客さんもあってさ、俺ゼロじゃないと思ってるんだよね。今日来てくれてるお客様もこのローランドグループだったら安心して通えますよねっていうこの安心感と看板で来てるお客様って結構いると思ってるのよ。でもお前の行動が例えば誰か引いちゃいましたってなったらもちろんその被害者も傷つけちゃうし、俺たちがさバカみたいに守ってきたこのさ努力をさそのなんか一回の気の迷いでお前ぶっ壊そうとすんのっていう、俺たちの我慢ってあれじゃ何だったのになるわけよ。わかる？目先のことだけを言ってるわけじゃなくて当たり前の法律的な話をしてるわけでもなくて、俺たちさやっぱ恩着せがましく言うわけじゃなくてめちゃめちゃ我慢してきたぜ。それさこのグループ行って何年か働いててさね結構わかるじゃん。例えばクビにしましたとかさね爆弾したやついたらさまあダメなものはダメって言わなきゃいけないから人数少ない中でも切ったりとかしてきたじゃん。俺すげえ努力してさ運営陣たちが潤とかもそうだし徳川もそうだしめちゃくちゃ我慢してるわけよ。別にいい子ちゃんになれってわけじゃないけど社会人として正しいことやろう、ホストだからしょうがないよねって言われるような未来じゃなくてホストなのにすごいよねって言われる
ものを作りたくて、多分ねお前が想像できないからいろんなやつが想像してるより長い時間かけてめちゃくちゃ頑張ってきてるのよ。それをお前のそのバレなかったらいいかなとか、別に車じゃねえし、まあループだったらそんなに大したことじゃないでしょっていうちょっとした気の緩みでぶっ壊したことが俺は結構問題だと思うよ。それ多分どこの社会行ってもなんかそこの想像力に欠けてたらもう人として幸せな未来にはなれないと思うよ。想像力の欠如だと思う。だってそこまで想像しなかったでしょ。看板をこれだけ長い間かけていろんな人が多くの人が我慢して作り上げてきたものなんだってさ、今俺に言われるまで多分気づかなかったでしょ、そこまで想像してなかったじゃん。ループをレンタルして乗るその瞬間にそのことが一瞬も頭に浮かばなかったでしょ。そこの想像力がお前には欠けてんだよ、そんなやつが何やってもやっぱりお前は別に容量もいいし別に才能がないとは言わないしコミュニケーション能力だってあるわけだから、ある程度のところはいけるかもしれないけど、最終的にそういう重みとかを想像できなかったら、説教したいわけじゃないけどね。でも少なくともうちを卒業してまあ何かしら仕事に就くだろうけど、うちで成長したなって少なくとも思ってほしいわけよ。だとしたらお君やけじゃないけどある程度説教してみたことを言わなきゃいけないだろうし、だからお前に伝えるとしたらそういうところじゃない。運営として俺たちも足りないとこあってさね、嫌な思いさせたこともあるかもしれないけど、でもそれ加味してもお前のしたことはやっぱり想像力に欠けるわ。なだからまあ本当申し訳ないけどもうクビだよね。しょうがないけど言いたくねえけど一緒にやりたかったし成長する姿見たかったけど、今までのこのグループの歴史考えたらあいつだけ特例でなんでってなったらダメだし、人ができたんだったら別にこれぐらい良くないですかってグループの秩序をお前も大事だけどグループの今のこの伝統とか歴史作ってきたのもやっぱね、どんだけ大事でもやっぱ勝てないよ。やっぱ俺たちはそこ取らなきゃいけないよ。まあまあこれを機に成長してもらうしかないし、そうだから一番何がいけなかったかって言ったらお前そこの想像力の欠如よっていうところ、さっき挙げたみたいに期待を裏切ってしまいました。まあもちろんそれもそうなんだけど、一番今回の件でまあお前が持っとかなきゃいけないマインドは、俺は想像力の欠如がいけなかったな、このミスがどれだけ多くの人のまあを悲しませる結果につながるのかなってちょっとでも想像できなかったことが問題だから、お前は次の職場行って何の仕事するか分かんないけど、ちゃんとそこの想像力ね、いろんな人の思いとかちょっと想像したら分かるよねってことをちゃんとちょっと想像してみるっていう一泊を置けるかどうかがめちゃくちゃ大事だと思うよ。まあだから退店書類しっかり書いて、まあはい、じゃあはい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。久しぶりね。勝ちにこだわるの大事だけど勝ち方にこだわるのが大事だから。今日は勝負にこだわっていい日だから。それで50万予算上げてくれたんで。うわー、こんな子が本当に地球にいたんだな。はい、では、2店舗合同ミーティングを始めます。お疲れ様です。では最後にドアの会長お願いします。はい、お疲れ様です。まあ酒も入ってるし眠いと思うんで簡潔にいきますけど、まあちょっとよくねニュースなんだけど、がまあ飲酒運転し、まあループ乗ってましたみたいなところで、大抵まあクビというような、形になりました。まあ俺としてもね、まあ、スタッフをクビにすることはすごい心苦しいししたくねえしね。ただ当たり前のことなんですけどダメなことはやっちゃダメですよねっていうところでクビです。まあみんなにもう一回ね再度認識しておいてほしいのは、じゃあなんでダメなんですかっ
って聞かれた時に、もちろん法律だから、まあ法律だからですよとか、事故があった時に相手を傷つけてしまいますよとか、まあ当たり前の倫理的な話をすることになるんだけど、それとプラスアルファでもう一回考えてほしいんだけど、別にね恩着せがましく言いたいわけじゃないんだけど、このローランドグループっていう看板を守るためにソファーに座ってる幹部陣たち、まあそして僕自身もそうなんですけど、結構いろんなこと我慢してきたんですよ実は。彼らは厳しく俺に言われて、ローランドグループたるものをちゃんとしてください、こうしてくださいって言われてきたんですよね。でそのみんなの頑張り努力我慢が、このグループ創業して5年間ね、まあいろんな時期あったけどみんな頑張ってくれたのよ。みんなが頑張っていろんな我慢のもと、なんでよそが良くて俺たちだけダメなんだと。例えばコロナ禍の時も他のやつらがみんな営業してる中で、なんで俺バカ正直に店閉めてんだろう、苦しいなと思いながら空家賃払ったりとか、いろんな苦労してみんながこの看板でお客様を呼べてる部分があるんだよね。って考えた時に俺は彼に言ったのは、ループ乗る前にもちろんバレないかもしれないでと、車とね比べたらループって別にいいんじゃないのかなって思っちゃうの分かるぜと。分かるんだけど、その乗る前に一瞬俺たちが先輩たちがここのソファーに座ってるやつらが築いてきたこの歴史とか伝統をちょっとでも考えなかった、それが悲しいよっていう話をしたの。だから、まあ、みんなも人間だから、まあ酔っ払ったらもしかしたら倫理的な判断できないことあるかもしれないし、ちょっとこれぐらいいいかな、誰も見てないよなとか思う瞬間あると思うんだよね。でもその時に考えてほしいのは、あ、俺たちの先輩がめちゃくちゃ頑張ってくれたおかげで今があるのかなって思ったら踏みとどまれると思うし、逆に言ったらみんながねその歴史を、バトンをもらってるわけじゃん。このローランドグループっていう伝統を守る側になって、みんなが3年後例えばあっち側に座って、ポットでの新人が飲酒運転したら、多分君たちは今俺と同じような話をすると思うんだよね。わかる言ってること。だから、もちろん法律的にダメですよ、ルールだからねっていうそんな簡単な話じゃなくて、君たちがいるこのグループっていうのはここにいるみんないろんな人たちの、辞めてった子もたくさんいるよ。でもそんな子たちにもそうなんだけど、やっぱいろんなやつらが頑張って紡いできてくれたんだよね。いろんなクーデターとかってやめてったやついたけど、俺感謝してるのよ。やっぱあいつらも含めてこのバトンを守ってくれた一人一人なんだなと思ったら、俺めちゃくちゃ感謝してるし、君たちもそこは感謝しなきゃいけないし、リスペクトしなきゃいけないし、守らなきゃいけない部分なんで、そういうことをちょっとね嫌な話になっちゃったかもしれないけど、最後にね、酔っ払ってる中でも頭の片隅に入れて、今日からね誰かが見てるかもしれないなっていうような気持ちで自覚持って帰ってください。大丈夫ですか？はい、じゃあ以上です。結構ルールって難しいなと思いました本当に。そうっすね、やっぱ正解ってやっぱあんまなかったりするから、そのジャッジにしても。ホストやる子ってその社会のルールとか、そういうものを度外視して結果さえ出せば何してもいいっていう業界だから来ましたみたいな。俺自身がそのホストクラブ来た時にもう売り上げ上げたらもう王様になれんだろうって思ってたから、そこが魅力だったりとかするんですよね。お前ら金持って集合だからね、他のホストクラブって何も言ってないんだろうなとかって思いながら、いやでもそれをしてこなかったから俺たちがあるなとか、やっぱそこまで我慢してきて作ってきたものをなんかやっぱねそう簡単には壊せないなっていうのも俺の中であるんで、やっぱそういう先人たちに失礼